こんにちは。今日はですね、X5 の動画第2弾になります。先日はこのカメラがどんなカメラなのかっていうのを簡単に紹介したんですけど、今日はですね、初めて360度カメラ、X3 でも4でも5でもいいんですけど、購入した場合、ちょっと普通のカメラと違って戸惑う部分もあるかと思いますので、簡単な操作方法とか、あと設定、そして撮影方法、編集方法などをお見せしたいと思います。購入を検討中の方にも、一連の流れが見ていただけると思いますので、普通のカメラとどんな風に違うのかっていうのもね、分かっていただけると思います。ちょっとね、これレンズが傷ついてるんですけど、気にしないでください。これ実験でちょっと傷ついてるんですけど、今回の X5 からはなんとこのレンズも自分で交換できますので、後ほどそれどんな風にやるのかっていうのも簡単にお見せしたいと思います。で、最後にはちょっとお得な情報もお知らせしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速始めていきましょう。で、まず最初に購入するといっぱい保護フィルムがついてますので、全部剥がします。で、バッテリーを取って SD カードを入れる必要があるんですが、バッテリーはですね、ここについています。で、この爪をカチッカチッと押して外します。そうするとですね、こんな感じでバッテリーが出てきます。これすごいパッキンがしっかりとしたものがついているので、はめるときもしっかりと押し込まないと、片方だけ爪が締まってたりするんですよね。で、そういう状態だと防水性が落ちるので、しっかりと爪の赤いのが消えているのを確認する必要があります。このバッテリー室のこの下のところなんです。ここですね。見えますかね。ここに SD カードを入れるスロットがあります。SD って書いてあるんですけど、一応 256GB の V30 以上が推奨になっています。そしてバッテリーを戻します。で、本体はですね、X3、X4 ともよく似てるんですけど、USB-C 端子の位置がこの一番下の部分に来ています。X4 とか X3 はこのバッテリーの上に位置していたんですけど、ちょっと変わっています。で、このカメラには全部で4つ押しボタンがあります。1、2、3、4個です。で、この右の上のボタンが電源スイッチです。で、この画面の左下のボタンがシャッターボタンになっています。じゃあちょっと電源を入れてみましょう。電源が入りました。で、最初は言語の設定とか出てくるので、お好みの言語に設定します。で、一番最初はスマートフォンのアプリにつなぐ必要があるんですけど、アプリストアに行ってインスタ360って検索するとすぐ出てきます。これです。インスタ360というアプリになります。これをダウンロードしておきます。で、そうするとですね、こんな感じの画面が出てくるんですけど、この下の黄色いカメラボタンを押します。そうすると、接続する指示が出てくるんですけど、最初はこのカメラ側でも承認っていうのをしてやる必要があります。もう私はすでにやってあるので出てこないんですけど、で、最新のファームウェアがある場合はこんな感じでもう出てきます。で、指示に従っていけば最新版に更新することができます。で、一番最初はアクティベーションという作業も必要になってくるので、それも指示通りにやれば大丈夫です。で、接続するときにこんな風に聞いてきますので接続します。はい、これで接続が完了しました。で、もう一度このカメラのところを押すとですね、カメラで見えている映像がこういう感じでプレビューできるようになります。で、スマホのアプリ側でもほとんどの操作ができるんですけど、ちょっと今回は省きます。とりあえずカメラ単体で使う場合をお見せしたいと思います。で、基本的なこととして画面の上からとか下からとかスワイプするといろいろ設定画面が出てきます。で、上からスワイプするとですね、カメラ自体の設定画面が出てきます。ここでいろいろ細かい設定ができるんですが、主だったものはこういう大きいアイコンで出ています。全部で3ページあるんですけど、一番左のページのここの右上に六角形のマークがあります。で、ここを押すとより細かい設定が出てきます。で、基本的には何も変更しなくても大丈夫かとは思うんですが、画質設定っていうのがあって、ここでこのビットレートというのがあります。標準とハイになっていて、もともとは標準になっていると思うんですけど、ハイにした方が、高にした方が画質は良くなります。その分ファイルサイズも大きくなりますので、1.5 倍ぐらいになりますので、SD カードの容量と相談してという感じでしょうか。私はハイにしています。あとは便利機能とかのいろいろ設定があるんですけど、
自撮り棒の先につけてこのカメラ使うことが多いので、なかなかこう操作ボタンが押せないこともあるんですよね。でそういう時に音声とかジェスチャーとかひねって操作、今回新しく搭載されたんですけど、カメラをこうひねることによってシャッターをオンオフできるようになってます。なので音声日本語でもできますし、この辺を一つオンにしておくと便利かと思います。でも慣れてからでもいいかとは思います。あとはこれでインジゲーターを消したりとか、この音のオンオフもできるようになっています。とりあえず別に元々の状態のままでも問題なく撮影できます。で次に肝心の撮影モードなんですけど、ここに出てます。このビデオカメラのマークをタップします。そうするといろいろ出てくるんですけど、上に360とシングルレンズって書いてあるんですけど、このシングルレンズの方にすると、どちらか一方だけのカメラを使って、普通のアクションカメラで撮ったような映像、編集不要の映像を記録することができます。そのまま使える映像です。で360度カメラなので今回こっちを見とこうと思います。360の方を選びます。でその中にまたこう写真とか動画とかいっぱいあるんですけど、例えば今回ピュアビデオっていうのが搭載されて、これは暗い中でも非常に綺麗に撮れるモードです。でインスタフレームっていうのも今回新しく搭載されたモードで、これはすごく便利なんですけど、普通のシングルレンズモードで撮ったような編集不要の映像と360度の動画を同時に記録できるモードになっています。でそのシングルレンズモードの時も、シングルレンズモードとはちょっと違うんですけど、自分でどういう画角で撮りたいのかっていうのをあらかじめ決めることができます。シングルレンズモードっていうのはもうカメラがレンズが向いている方しか撮れないんですけど、こっちのこのインスタフレームモードは自分の好きな画角を選んで、それをずっと撮り続けるということができるようになっています。でそれも固定ではなくて自撮りビューとかすれば、自分が画面の中で動いても常に自分を映し続けてくれるような、そしてそれでいて編集不要な動画を書き出すことができます。非常に便利なモードだと覚えておいていただければ大丈夫かと思います。あとはですね、いろいろタイムラプスとかスターラプスとかドライブレコーダーのように使えるロードモードとかいろいろあります。今日は動画を基本的に見ておこうと思います。写真も見ておきましょうか。写真はですね、もうほんと写真を選ぶだけです。で、360度の写真が撮れるんですけど、写真もここでですね、解像度とか記録のフォーマットなどが選べるようになっています。1800万画素か7200万画素で撮るのか、そしてロー写真を撮るのか撮らないのかとか、そういうことも決めることができます。じゃあ動画に戻ります。で、動画の中でここにですね、またこの 5.7K30 って書いてあるんですけど、ここをタップします。でここで解像度を選んだり、フレームレートというのを選びます。一番綺麗に映るのはこの 8K30 というモードになります。ただバッテリーの消費も激しいですし、記録容量も結構大きくなります。で、5.7K プラスっていうのは 8K に近い画質だけどファイルサイズがちょっと小さいというモードです。5.7K30 まで撮れます。で、さらに 5.7K というのがあって、こっちはフレームレート60まで撮れるんですね。でフレームレートを上げれば、スムーズな映像が撮れますので、激しくなくてもいいんですけど、スポーツとかそういった動きの速いものを撮るときにこれを使うと滑らかな映像になります。あとアクティブ HDR といって明暗差の激しいところですね。すごい日中の屋外の日陰の部分と太陽の部分とか、そういった明るさの差が激しいときはこのアクティブ HDR というのをオンにしておくとより綺麗な映像が撮れます。あとは 4K で今回から120というフレームレートが追加されてますけど、これはですね、後から編集時にスローモーションにして、ゆっくり再生しても滑らかに見れるような、そういう動画を撮るモードになります。さらにこの画面の右から左にスワイプすると下に出てくるんですけど、これは露出の設定になります。基本的にはオートで大丈夫だと思います。あと色味の変更もできるんですけど、今のところ標準と鮮やかとフラットとあります。フラットっていうのは後で色の編集などがしやすいモードになります。標準か鮮やかはお好みでいいのかなと思います。ということで、解像度とかフレームレート、撮影のモードなどが選べたらいよいよ撮影になるんですが、撮影は普通のカメラと同じで、このシャッターボタンを押すだけです。これを押せば撮影が開始されます。
で、止めるときはもう一度ここを押せば止まるんですけど、撮影中にここを長押しするとですね、録画を中止することができます。しばらく撮ったけどこの映像全然使えなかったなっていう時なんかはキャンセルしてしまえば SD カードに保存されずに終わりますので、容量を節約することができます。撮影に関しては本当にもう録画ボタンさえ押しておけば全てが撮影できてますので、気にすることなく、手ブレもかなり補正されますので、それもあんまり気にすることなく撮影することができます。ただ360度全部撮れてますので、こういう風に手で持って撮影すると手がね結構大きく映ります。で、一般的にはこういう自撮り棒ですね、こういうのを使うことになると思うんですけど、こんな感じで持って撮影するだけでもほんのわずか30センチぐらいなんですけど、結構離れたところから撮ってるような映像にもなります。で、1メートルぐらい伸ばすともう完全に他人が撮ってくれてるような自撮り映像になります。で、さらにこれは3メートルまで伸ばすことのできる自撮り棒なんですけど、これで上の方に伸ばして撮ったりすれば、まるでドローンで撮影しているような映像も撮ることができます。アイデア次第でね、いろんなことができます。他にもいろんなアクティビティをしながら撮影することが多いと思うんですけど、そういう時はカメラを持ってられないと思うんですよね。そういう時に使うアクセサリーも本当にいろいろ出ていて、これはチェストマウントで胸のところに取り付けて使うマウントです。他にもこれは自転車のサドルの下に取り付けて、こういう感じで自撮り棒を後ろに伸ばして使うようなものなんですけど、こんなような映像を撮ることができます。ハンドルのところにつけるマウントもあるので、これを使うと前から自分を撮っているような映像を撮ることができます。なかなか自分が走ってる姿ってね、撮ってもらえないんで、こうやって自撮りすると面白いですよね。バイクなんかであれば、こういうバイク用のマウントもいろいろ豊富に出ています。この辺のアクセサリーですね、アクティビティごとのいろんなアクセサリーがたくさん出てるのがこのインスタ360の特徴なんですけど、どんなアクセサリーがあるのか、どういうふうに使うことができるのかっていう動画また別に作りたいと思っています。で、次にですね、この撮影してきた映像をどういうふうに編集するのか、取り込んで編集するその方法ですね。そこがちょっと普通のカメラと違うところかなと思いますので、その部分をお見せしたいと思います。で、編集はスマホかパソコンでできるんですが、より簡単に手軽にできるスマホからちょっとお見せしたいと思います。で、まず先ほどのアプリを立ち上げてカメラを接続します。で、このアルバムのところに行くと撮影した映像を確認することができるようになっています。これも以前よりね、かなり見やすくなりました。で、編集した映像を選びます。例えば、これですね。これは花見に自転車で行った時の映像なんですが、この時点でこういう感じでもう360度の映像になっています。いろんな方法で編集できるんですけど、一番簡単な方法としては、これですね、この AI 編集っていうのを押します。自転車などの動いているシーンに向いていますとか書いてあるんですけど、自動的にシーンを見つけ出して編集してくれます。で、そのテーマに、シーンに合ったテーマをとか音楽を選んでくれて合成してくれるようになっています。非常に簡単です。1分ぐらいの映像なんですけど、数分あればできてしまいます。こんな感じで今画面が切り替わったりするんですけど、ここでですね、自分の好みのテーマに変えたりとか、音楽を自分の好きなものに変えることもできるようになっています。で、さらにこれを編集することもできるようになっています。複数のシーンが今選ばれてるんですけど、これいらないのを削除したりとか、いろいろ自分でいじることができるようになっています。で、もう少し自分の好みの編集をしたいなっていう場合もあると思うので、その場合またここに戻ってくるんですけど、ここで、ここにもまたいろんな方法があるんですけど、まずですね、動画の長さを調整します。よくご存知の方多いと思うんですけど、トリミングといっていらない部分を前後削除します。で、次に自分の好みのアングルとか画角ですね、この大小を選んでいくんですが、以前であればキーフレームといって、ちょっとややこしい作業が必要だったんですね。例えば、最初は自分が見えている姿を映す。で、しばらくそこのままで行って、途中からぐるっと向きを変えて後ろを映したいんだとかいう場合はこんな感じでキーフレームを打ちます。そうすると、このキーフレームの打ったところに来た時にその選んだ画角に到達します。
アングルとその大きさですね、画角も調整できるようになっています。でこれはこれで良かったんですけど、ちょっとめんどくさいので、これをしなくてもいいような新しい方法がいくつか搭載されています。例えばですけど、この映像でカスタムとか AI フレームってここに書いてあるんですけど、これをします。そうすると自撮りとか前方ってなってて、この映像の場合ちょっと自撮りしてみましょうか。自撮りを選ぶと自分をこういう風に選んでくれます。映像がこう動いていくに従って、アングルが変わっていくんですけど、常に自分がこの画面の中心に来るような感じで、自動的にキーフレームを打ってくれるような感じになっています。あとですね、前方っていうのがあるんですけど、この動画の場合は前方が自撮りになっちゃってるので、同じような結果になるとは思うんですけど、例えば前から自分を撮っているような場合は、自撮りの時は自分を映してくれるんですけど、前方ってやるとその前側の映像が出るようになります。あとはカスタムで自分の好きなアングルを選ぶということもできるようになっています。さらにですね、この録画っていうのがあるんですけど、これも結構面白いのでちょっとお見せしてみましょうか。例えば今前を撮ってるので前が映ってます。で、じゃあ右を見たいなっていう時は右に向けると右に行きます。で、左に行きたいなっていう時は左を見せることができます。まるで今自分がこう撮影しているかのような、上を見たいなってなったら上を見せるとか、そういうことができるようになっています。それをこの録画ボタン、録画開始点を押したんですけど、録画しながら、左が見たいなとか、右が見たいなとか、こんな風にアングルを選んでいくことができます。画角も変更することができます。こんな方法もあります。あとはここにもともとプリセットが用意されているので、自撮り、前方、それから自動でぐるっとこう360度回るモードとか、そういうのも選べるようになっています。あとこの AI フレームっていうのは自動的に映像を分析して、一番適したフレーム、画角、アングルを選んでくれるモードになります。半自動という感じでしょうか。なのでキーフレームを打って本当にマニュアルで自分で設定していくのか、半自動でこういう感じでするのか、AI 編集でするのかという、そういういろいろな選択肢があります。で、映像の縦横の比率などもここで変えることができます。横長にしたりとか、もっと言うと、この 2.35 対1っていうのは映画のような縦横の比率になるんですけど、前回の動画のエンディングの橋の上を車でこう走ってる映像はこれで書き出しをしました。そういうのも選べます。でそれができたら今度は、ちょっと縦長の動画にしておきましょうか。今度書き出しをします。で書き出しをするときも、そのまんまでもいいんですけど、もう少し好みの設定で書き出しをするということもできます。もともとプリセットが用意されているので YouTube とか Facebook とか Instagram とかこれを選べば、そのメディアに適した形で保存されますし、ここを自分で選んでやれば、例えば今1080なんですけど 4K にするとかビットレートを上げるとか、画質を自分でコントロールすることもできます。当然なんですけど、ここを上げれば上げるほどファイルは重くなっていきます。好みの設定が見つかったらこれでローカルストレージに保存とします。そうするとこんな感じで保存してくれています。はい、できました。これでスマホのアルバムの中にも保存されています。もちろん音もちゃんと入っています。というのがスマホでの編集になります。細かく見ていくといろんな機能があるので、もっともっとお伝えしたいことはあるんですけど、ちょっと長くなりすぎますので、スマホ編集とりあえずこのぐらいにしておきたいと思います。じゃあ次にパソコンでの編集もお見せしたいと思います。で、パソコンで編集する場合は、この SD カードをパソコンに入れて編集することもできますし、USB-C ケーブルで接続して行うこともできます。で、データを転送しなくても、このメディアに入ったままの状態で編集して書き出しをするということもできるようになっています。その辺はお好みで大丈夫です。で、パソコン版はインスタ360のサイトから、まずこのダウンロードというところに行って、スタジオというソフトをダウンロードする必要があります。Mac 用と Windows 用があります。で、このインスタ360スタジオというアプリを開きます。で、立ち上がるとこんな画面になるんですが、メディアを入れるとですね、こういう表示が出てきます。自動的にインポートなんですけど、後でファイル選択すべてインポートってなってるんですけど、一番簡単なのはすべてインポートかなと思います。ちょっとやってみましょうか。たくさんある場合はもちろん選んで必要なものだけインポートすることもできます。これで今全部入りました。先ほどの映像をじゃあちょっと編集してみたいと思いますけど、これですね。
これ先ほどの自転車の映像なんですが、スマホと同じようにこういう感じでぐるぐる回せる状態になっています。マウスのホイールを回したりするとこんな感じで拡大したり縮小したりということもできます。で、ここで、またいらない部分を前後トリミングしたり、あとはですね、キーフレームを打っていきます。これですね。で、こんな感じで好みのアングルをどんどんキーフレームを打ちながら決めていきます。ということもできますし、もっとめんどくさい場合は、さっきと同じように、ここにですね、ディープ追跡っていうのがあるんですけど、追跡機能を使うこともできます。これでこういう感じで選んでやると、自動的にこの対象を追跡します。もしくは別の対象を追跡したい場合はこんな感じで選ぶこともできます。で、さらにですね、ここでまたいろんなことができるんですが、基本的にはそんなに変更しなくても大丈夫でしょうかね。フローステート手ブレ補正もそのままでいいですし、これはいろいろアクセサリーをつけた場合に、その変更できるんですけども、これも自動で大丈夫です。で、ここはですね、自分で色味を変更することができる場所になります。ハイライトを明るくしたり暗くしたりとか、全てマニュアルで設定したりすることもできますし、こういう自動でやることもできます。あとはですね、タイムシフトといって決められた時間の範囲内をより早く再生したり遅く再生したりということもできるようになっています。ここにモーション ND っていうのがあるんですけど、これをオフにするとこの周りの景色が普通なんですけど、これオンにするとですね、こんな感じですごい流れてるのが見えるでしょうか。ND フィルターとかをつけて撮影するとこういう風にできるんですけど、そんなことしなくても編集時にこのモーション ND の効果を加えることができるようになっています。こういう自転車とか車とかバイクとか動きのあるスピード感を出したいような時とかは有効でしょうかね。あとは音声に関してはノイズ低減。ちょっと今風切り音がボーって風切り音がしてますけど、それノイズ低減ってすると風切り音がかなり減ります。それからこれはですね、透かしなんですけど、こういった透かしを入れたりとかをタイムウォーターマークっていうのは、ここにインスタ 360X5 と時間日時とが出ます。ドライブレコーダーのような使い方をすることもできますよね。で、ここで映像の縦横の比率を変更することができます。スマホ版よりちょっとバリエーションが多いでしょうかね。4対3とか3対4も選べるようになっています。編集が終わったらまた書き出しという作業になります。で、これもですね、ちょっとスマホより細かくできるようになっていて、ローカルエクスポートで普通の動画としてエクスポートするのか、360度動画のまま書き出しをするのかというのも選べるようになっています。で、ファイル名とか書き出し先も設定できます。で、ここでですね、フォーマットが選べるようになっています。普通の H264 とか265っていう形式で書き出しをすることもできますし、プロレス 422LT とか422っていうのは、なるべくこの画質の劣化の少ない形で書き出しをすることができます。書き出した映像をまた別の編集ソフトに入れて編集するような場合は、こういう、なるべく劣化させない形で保存しておくと良いかと思います。私もだいたいこの 422LT というので書き出しをしています。そうするとですね、ちょっとファイルサイズは大きくなります。普通の H265 なら298で済むんですけど、422LT にすると 3.55、10倍、12倍ぐらいでしょうかね、大きくなります。あとここで解像度も選ぶことができます。で、あとはこのエクスポートというのを押すだけです。そうするとですね、ここで進捗情報が見えるようになっています。今お見せしたのは一つずつのファイルの編集だったんですが、このプロジェクトっていう方を選ぶと、まとめていくつかのクリップを選んでおいて、それぞれを編集してつなぎ合わせていくような、普通の動画編集ソフトでするような編集も行うことができるようになっています。それとですね、先ほど紹介したインスタフレームモードという、固定ビューと通常の映像が同時に撮れるモード、
があったんですけど、これがですね、こんな感じで保存されています。ここに153っていうファイルが2つあります。普通は、360度映像のファイルが1個とか、そういう風になってるんですけど、同じファイル名が2つあるんですけど、こっち INSV の方は360度映像になります。こんな感じで後からいかようにでも編集できます。でこっちのもう1個のこの MP4 の方は通常の固定ビューの動画になります。こんな感じで、これは特にこう回したりはできないんですけど、もうそのまんま普通に SNS にアップしたりシェアしたりできるような、そういう動画として保存されています。これがインスタフレームモードの2つのファイルになります。という感じで編集することができるんですが、いかがだったでしょうか。思ったより簡単だったでしょうか。めんどくさいなと思われたでしょうか。かなり簡単に自動でできる機能も充実してますので、最初はそういう方法で試してみるのも良いんではないでしょうか。次にですね、この X5 から交換できるようになったこのレンズ、この傷ついたレンズを交換する方法も簡単にお見せしておこうと思います。前回も少しお見せしたんですけど、交換キットについてくるこういう工具というか道具があるので、これでこのレンズの周りを押さえているリングを外します。ちょうどここデコボコしていて噛み合うようになってるんですけど、この白いマークがあって、そことこのオレンジを合わせます。で、こういう感じで2回転ほど回すとリングが外れます。今ここについてるんですけど、こんな感じで外れます。で、この状態でこのレンズをポコッと外します。で、ホコリをしっかりと払います。湿度もあまり高い状態、60% 以上の状態でやると曇りが発生したりするんだと思うんですけど、60% 以下でやるようにと書かれています。ホコリを吹き飛ばしておきます。で、新しいレンズを置いて、で、この状態で今度またこのリングをはめます。斜めにねじ込んでしまわないように気をつけながら、こう2回転ほど締め込んで、この白い印がまた同じような位置に来るところまで締め込めば OK です。もうこれでレンズ交換完了です。で、同じような感じで反対側もサクッと交換してみました。もうさっきまでねバキバキで絶望的なカメラだったんですけど、新品同様になっております。これでまた普通に使うことができます。こんな感じでリプレイスメントレンズキットっていうのがオプションで出てますので、割れてしまっても交換することができます。最後にお得な情報を2つほどお知らせしようと思うんですが、まず1つ目がですね、こういう下取りサービスについてです。一律7500円になるようなんですけど、X4 からこういった古い昔の360度カメラとか、あとこういったアクションカメラ、ジンバル、ウェブカメラ、そしてはたまたですね、他社製品の Osmo Pocket 2とか Osmo Action 2とか、ヒーロー7まで、あんまり新しいカメラだとねちょっともったいないとは思うんですけど、結構昔のものでも一律7500円になるみたいです。最近カメラもねなんか円安で値段上がっちゃってますので、こういうのをうまく活用して少しでも安く購入していただければと思います。壊れて押し入れの奥で眠っているようなものでも7500円になるはずですので、ぜひこちら一度見てみてください。それともう一つお得な情報として、私の動画のこの下の部分にこんな感じで購入リンクが貼り付けてあります。ここから購入していただいた場合に限ってなんですけど、数量限定にはなるんですが、特典もお付けできます。X5 であれば今自撮り棒が無料になったりとかしています。カメラによって特典の内容とかも変わってきますし、あと X4 とか AS Pro なんかも今大幅に値引きしてますので、ぜひ一度このリンクの方また見てみてください。購入検討されている方もぜひこのリンク活用してお得に購入してください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回は新しいアクセサリーがいろいろ出てますので、 X5 とどんなアクセサリー組み合わせるとどんな映像が撮れるとか、そんなような動画にしたいと思っていますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。